ンプレ原理主義の上司が災害でシステム全損させた結果、クラウドなんて不安定だ。全損して1億円の損失だけどな。 WW。 これはオンプレ原理主義の上司が災害でシステムを全損させた話だ。俺は30歳のインフラエンジニアだ。中堅 IT 企業で5年間働いている。うちの会社のシステムは全てオンプレだ。自社のデータセンターでサーバーを管理してる。でもそのデータセンターがやばいんだ。築30年の古いビルで耐震性に問題がある。しかも活断層の近くにある。それやばすぎだろ。地震来たら終わりじゃん。運用コストも高い。電気代とサーバー保守費用で年間5000万円だ。だから俺はクラウド移行を提案したんだ。 AWS に移行すれば年間2000万円で済む。災害対策も自動で構築できる。それは良い提案だね。コストも半分以下になるし。でもインフラ部長は全く聞く耳を持たなかった。クラウド？何を寝ぼけたことを言ってるんだ。オンプレが最強だ。俺は30年オンプレ一筋できたんだぞ。でも部長、コストが半分以下になりますし、災害対策もしっかりできます。クラウドなんて不安定だ。セキュリティも心配だ。データが外部に漏れたらどうするんだ。 AWS は世界中の企業が使ってますし、セキュリティ認証も取得しています。うるさい。俺の経験が全てだ。オンプレこそが信頼できるシステムだ。クラウド移行の話は二度とするな。俺の提案は一周された。でも俺は諦めなかった。データセンターの地震リスクを調べた。なんと今後30年以内に震度6以上の地震が起きる確率は 70% だった。 70%？ めっちゃ高いじゃん。俺は詳細な資料を作成した。地震リスク、コスト比較、DR 計画、全てをまとめて部長に提出した。ちゃんとデータも揃えてるし、完璧な提案じゃん。 70% の確率とか無視できないよね。コストも3000万円も削減できるし。これは承認されるでしょう。また君か。クラウド移行の話はするなと言っただろう。でも部長、地震リスクが 70% もあるんです。バックアップも同じデータセンター内にあります。これでは DR 対策になっていません。そんな大きな地震は来ない。30年間問題なかったんだぞ。それに俺は現場を見て判断する。データや統計なんか信用できるか。 IT 企業の管理職がデータ信用しないとか終わってる。現場を見て判断？地震は現場見ても予測できないだろう。 70% の確率を無視するとか正気か。俺は諦めずに提案し続けた。3年間で合計10回以上提案書を提出した。でも全て却下された。俺は部長の却下メールを全て保存していた。いつか役に立つかもしれないと思ってな。証拠集めてたのか。賢いな。ある日、同僚エンジニアが俺に声をかけてきた。イッチさん、まだクラウド移行の提案してるの？ああ、でも毎回却下されるんだ。もう諦めた方がいいよ。部長に逆らうと左遷されるぞ。同僚も怖がってるじゃん。パワハラ上司ね。でもこのままじゃ危険なんだ。大地震が来たら全て終わりだ。それはそうだけど、部長がクビにしろって言ったら社長も従うよ。そして3年目のある日、俺は11回目の提案書を部長に提出した。今回は特に詳細なデータを揃えた。地震の専門家の意見書、他社のクラウド移行成功事例、コスト削減シミュレーション、全て完璧だった。何度言えばわかるんだ。クラウド移行の話は二度とするなと言っただろう。でも部長、これを見てください。地震の専門家も危険だと言っています。専門家？笑わせるな。専門家なんて机上の空論ばかりだ。現場を知らないんだよ。専門家まで否定するとか頭おかしい。現場を知らないって。地震予測は科学だろ。この上司マジでやばい。じゃあ何を信用するんですか？口答えするのか。お前はクラウドに洗脳されている。技術者として恥ずかしいぞ。オンプレこそが本物の技術だ。クラウドなんて楽をしたいやつが使うものだ。もうダメだと思った。この会社にいても何も変わらない。転職を考え始めた。そりゃそうなるよな。まともな提案を全部却下されたら辞めたくなる。でも俺は会社のことも好きだった。5年間一緒に働いてきた仲間もいる。できれば辞めたくない。
一致優しいな。普通だったらとっくに辞めてるよ。会社のことを本気で心配してるんだな。それなのに提案を却下し続ける部長マジで無能。だから俺は最後にもう一度だけ提案することにした。これでダメなら転職する。俺は社長に直接会いに行った。部長を通さず直談判しようと思った。どうした？何か用か？社長、これを見てください。データセンターの地震リスクとクラウド移行によるコスト削減の提案です。ふむ、これは部長に見せたのか？はい、3年間で11回提出しましたが全て却下されました。11回も？はい、部長はオンプレが最強の一点張りで。そうか。まあ部長は30年オンプレ一筋だからな。この件は部長の判断に任せるよ。俺の最後の提案も空振りだった。もう転職しかないと思った。一致かわいそう。こんだけ頑張ったのに報われない。転職したくなるよね。でもその時は知らなかった。運命の日が近づいていることを。その日は深夜3時だった。俺はベッドで寝ていた。その時突然激しい揺れを感じた。地震だ。めちゃくちゃ揺れてる。立っていられないくらいの激しい揺れだった。これはやばい。震度6以上はありそう。揺れが収まった後、俺は真っ先にデータセンターのことを考えた。ニュースを見ると震度6強。震源地はデータセンターの近くだった。やばい。来た。まさかの地震。震度6強とかやばすぎる。一致の予測通りじゃん。データセンター大丈夫か？俺はすぐに会社に電話をかけた。一致さん、大変です。データセンターと連絡が取れないんです。今すぐ向かう。タクシーでデータセンターに到着した。そして目の前の光景に絶句した。データセンターのビルが崩壊していた。築30年の古いビルは耐震性がなく完全に倒壊していた。マジか。完全に崩壊してる。一致が警告してたのに。これ部長の責任だろ。3年間も警告し続けてたのに。データも全部パーじゃん。一致さん、すべてのサーバーが生存だな。バックアップテープも同じビル内に。すべて失われた。マジか。全損。会社終わったんじゃないの？これ全部部長のせいだろ。会社は完全にパニック状態だった。すべてのシステムが停止している。顧客管理システムが動かない。会計システムもダウンしてます。在庫管理もできない。会社の全業務が停止していた。お前らの会社のシステムが止まってるぞ。いつ復旧するんだ。システム障害で業務が完全に止まってます。損害賠償請求も検討します。クライアントからのクレームが殺到していた。これはやばい。会社潰れるかもな。1日システムが停止すると損失は1000万円。それが毎日続けば会社は終わりだ。その時部長が現れた。これは想定外の災害だ。誰も予測できなかった。はあ、3年前から警告してましたよね。地震リスク 70% って言いましたよね。それはデータや統計は当てにならないと。それで今全損ですけど。一致の怒り正論すぎる。完全に一致が正しかったじゃん。部長言い訳できないね。今すぐ全員を緊急役員会議室に集めろ。社長も激怒していた。ついに俺の出番が来た。状況を説明しろ。それは地震によりデータセンターが全損したんだろう。バックアップは？それも同じデータセンター内に。なぜ別の場所にバックアップを取っていないんだ。それはコストの問題で。社長、発言してもよろしいでしょうか。ああ、話してくれ。実は俺は3年前からこの事態を警告していました。警告？これを見てください。これは俺が3年間で提出した11回の提案書です。地震リスク、VR 計画の必要性、クラウド移行によるコスト削減、すべてを詳細に記載しています。これはすごい量だ。そしてこれが部長の却下メールです。
証拠来た。全部保存してたんだ。これは部長逃げられないぞ。クラウドなんて不安定だ。オンプレが最強だ。データや統計は信用できない。全て部長の言葉です。部長、これは本当か？それは当時は俺の経験から判断して。経験だと？その経験とやらで会社が潰れかけてるんだぞ。今すぐ外部ベンダーに見積もりを依頼しろ。外部ベンダーからの見積もりが届いた。オンプレでの再構築は3億円。しかも期間は3ヶ月だぞ。3ヶ月待てば損失は9億円を超えます。9億円。でもクラウド移行なら1000万円で済みます。期間も2週間で完了します。決まりだ。クラウド移行でいく。そしてイッチ君、はい。君を新しいインフラ部長に任命する。来た。昇進。一応おめでとう。当然の評価だわ。3年間耐えた甲斐があったね。このクラウド移行プロジェクトを指揮してくれ。会社の未来は君にかけてる。はい。やります。待ってください。俺は30年も。君は降格だ。一般社員として働いてもらう。そんなざま。降格。当然の結果だわ。3年間無視して助けが回ってきたな。スカッとするわ。俺は外部ベンダーと協力して全システムを AWS に移行した。期間はちょうど2週間。コストは5000万円で収まった。2週間で全システム移行とかすごすぎる。やっぱり能力あったんだな。データセンター建て直すより安く済んだし。しかも年間運用コストが大幅に削減された。5000万円から2000万円へ。すげえ。年間3000万円の削減。イッチ君、本当にありがとう。君には特別ボーナス500万円を支給する。ありがとうございます。500万円のボーナス。完全に大勝利じゃん。イッチ本当におめでとう。耐えた甲斐があったね。一方、元部長は降格後も会社に残っていたが、半年後に退職届を提出した。転職活動をしているらしいが、業界で噂が広まり難航しているようだ。転職できない。自業自得だわ。そりゃそうなるわな。データセンター全損させた人なんて雇えないよ。俺はインフラ部長として順調にキャリアを積んでいる。年収も700万円から1000万円にアップした。年収1000万円。めちゃくちゃ成功してるじゃん。本当にハッピーエンドだ。会社のシステムは業界トップクラスの可用性を実現。大型案件を次々と受注に成功している。すごすぎる。完全勝利だね。データや統計を信じることの大切さ、そして技術の進化を受け入れることの大切さ、俺はこの経験から学んだ。最後まで読んでくれてありがとう。